どうも、煎茶道をやっております、直弘と申します。このチャンネルではですね、僕が煎茶道を通して学んだ日本茶の素晴らしさを皆さんとシェアさせていただいております。今日のお話はですね、着物ってなんでこの形なんだっけというお話をしていきたいと思います。僕も今日着てますね、この着物。お茶をやるようになってから着る機会が増えました。普段はですね、洋服を着てるんですけども、やっぱり着物と洋服比べるとどっちが動きやすいかといえば、洋服ですよね。体の形にね、こうフィットしておりますし、こう着崩れとかもあんまりしませんし、結構ガシガシ動けるっていうので、やっぱり洋服ってね、動くにはいいなっていう感じはあります。それに対して着物、なんでここら辺余ってんのかとか、ね、結構邪魔ですよね。こうしないとこう取れなかったりとか、あと、何ですかね、立ったり座ったりすると、だんだんとこう着崩れしてきてしまうとかね、そういうところありますけども、もともとですね、この着物って、反物なんて呼ばれたりもしましたけども、反ってあれですね、長さの単位ですね。で、着物ってもともとはその、細長い布の生地をですね、丸めたやつをこう伸ばしていって、で、ある程度の長さのところで、ジャギンと切って、で、必要なパーツをですね、長さごとに切っていって、で、それを縫い合わせてできるのが、この着物っていうところですね。それに対して洋服っていうのはどういう風にできてるかといえば、例えば T シャツとかだったりしたら、この体の部分のパーツを広い布の生地の中から切りますね。で、ここの袖の部分、T シャツ半袖だったらここら辺のパーツをまた切りますね。で、こっちも切ります。で、できたのをこう縫い合わせていって T シャツ出来上がりっていう感じですけども、これだとどうしても布の生地で無駄になってしまうところが出てきてしまうんですね。それはそうですよね。こう大きい布の生地の中で体の形に合った部分をいっぱい切っていったら、それに当てはまらない布の箇所っていうのは必ず出てきてしまうわけですね。で、その布切れどうなってしまうかっていうと、やっぱり廃棄に向かってしまうわけですね。で、今昨今ですね、その環境問題でアパレル業界がかなりね、環境負荷をかけているっていうのはね、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけども、一見エコに思える、例えばコットン、綿ですね、その生地を作るにしても、農薬を使いまくった土壌に、遺伝子操作をした、種子、そしてそれによってできた、綿花をですね、回収するときには、意図的にですね、葉っぱを、また枯れ葉剤みたいなのでね、落として、綿花だけ残した状態で収穫していくっていうような感じで。で、その環境で働いている方の健康への配慮とかもなかなかされてなかったり、賃金はすっごい安い賃金で、働かせられたりしていると。で、そうやってできた綿花が我々、日本も含めて、欧米などの先進国の製品としてやってきて販売されて、だから我々はファストファッションとかザラとか H&M とか今ユニクロもそうだと思うんですけども、そういった衣料量販店で、安いですね、高品質の、衣類を手にしているという、社会の仕組みになってるんですけども、やっぱりこれではですね、辛い思いをする人がめちゃめちゃいると思うんですね。それに対して着物のできているこのコンセプト、アプローチっていうのが全然違うんだなっていうのを僕はですね、着物を着るようになってから思いました。で、着物なんですけども、その洋服は布切れの、廃棄物が出てしまうっていうのがありますけども、最初に言った通り、着物はですね、反物、長い布の巻きしたやつを切って、それで合わせていってできてるっていうわけなので、基本的に無駄になる布っていうのは出ないんですね。で、江戸時代の時とかまでだと、かなりリサイクルされていたみたいで、基本的に、着なくなったものは古着に回されて、古着になっても、もう着れなくなったっていう場合ですと、これ解体されて、で、解体された着物ってどうなるかっていうと、また布の生地に戻るんですね。だから反物に戻るっていうことなんですよ。だからそこで、
例えばハンカチにしたり、巾着袋にしたり、その果てはですね、雑巾とか、そういったものにまで使って、もう本当に使えなくなるまで、この着物の生地っていうのは、大切に使われたそうなんですね。それはですね、貧乏であったっていうこともあるんでしょうけども、自然への敬意っていうか、そこら辺がやっぱり昔の日本人の方の心に今よりも強くあったから、そういう着物を着る文化っていうのが長く続いたんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。今その自然の資源と言ったりしますけども、僕らだって自然の一部じゃないですか。その一部なのにもかかわらず、まるで自分たちのもののようにですね、そこにある土地は自分たちのもんだって言って、その土地に生えてるもんは自分たちのもんだとか、その土地の地下にあるものも自分たちのもんだとかで、それを、主張し合って奪い合うみたいな、そんなことをやっぱやるべきではないんじゃないかなっていうのを、着物がなんでこういう形になってるかっていうのを通して見ると、どうしても僕は思ってしまうんですね。なので、僕は着物を着て過ごせるぐらいの生活のリズム、スピードがいいんじゃないかなと思いますし、多くの人にですね、なんでこの着物はこういう形をしているのか、なんでそんな形をした服を日本の方は長年着てきたのかっていうのを、もう今一度ですね、やっぱり知った方がいいんじゃないかなと思って、今日はこのようなお話をさせていただきました。はい。いかがでしたでしょうかね。ちょっとでもね、面白かったなと思っていただけたなら幸いです。そしたらチャンネル登録とかね、高評価をですね、つけていただけますと、大変励みになりますので、もしよろしければ、よろしくお願いいたします。はい。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。最後までご清聴どうもありがとうございました。